皆さんこんにちは。いかがお過ごしですか？前回パリのエルメスでバッグを購入したので、開封動画をお送りしました。そして今回このバッグをね購入することになった経緯を現地で撮影してきたので、よりリアルな体験談としてお聞きください。皆さんこんにちは。こんにちは。今私たちはイタリアのフィレンツェに来ています。というのもですね、実は私たちは今回約10日間ぐらいのヨーロッパの旅行に来ていて、で今回は、パリ、バルセロナ、フィレンツェって3カ国をプランしていたんですね。でそしたらパリが過ぎてバルセロナに行って、でバルセロナも無事楽しんで、でバルセロナからフィレンツェに向かう空港の途中でちょっと私が E メールに気がつきまして、なんと、今回、ありがたくエルメスの抽選に当選いたしました。おめでとう。いやでもね、これちょっとね、I'm not sure about this というのもですね、私たちは、最後フィレンツェでこの旅を終える予定だったんですけど、ちょっとこのバルセロナからフィレンツェに向かう空港でちょっと E メールをたまたま確認していたら、こうやって、あれ？私エルメスのロータリーレザー予約の抽選に当たってるやんって思って、でうわ今かって思ったんですよ。でそれが土曜日だったんですけど、その土曜日の当選っていうのは次日曜日がエルメスってお休みなので、月曜日マンデーのアポイントメントになります。ということで、うわどうしようと思ってすぐデビッドのところに走って行って、でうわ私 I got the lottery って言って、どうしようって言ったんですけど、デビッドが What did you say when I told you the appointment? I said, it seems like a good opportunity. We should see what happens. 優しいねデビッド、ありがとう。そうなんかね、もう30 minutes 30分ぐらい迷ってたんですけどもうでも本当に抽選って今当たらなくて、もう無理ですよ。エルメスの人気がすごい。バルセロナでもトライしたんですけど、すごかったよね。We waited like 70 minutes。そう、SA さんについてもらうまで70分ぐらい待ちがあるんですよ。もうエルメスの人気が青天井というか、もう無理だろうなと思ってて。でちなみに We tried lottery every day。そう。でもね、I was wondering about it。迷ったよ。だってせっかくの旅行じゃない。It's our vacation and I felt bad。だからこの優しいデビッドがいいよって言ってくれたから、フィレンツェを a day earlier にカットしてでもね、すごい後悔したんですよ。ちょっとブログもまた回ってくると思うんですけど、この私たちが今回ステイしてるホテルがめちゃくちゃ素敵で、ここに着いた瞬間に一日短くこの旅行を切り上げたことをとても後悔しました。I was super regretted when I saw this hotel. You booked the flight in the new hotel before even seeing this hotel. そうです。はい。もう本当に抽選にトライしてる人がもうたくさんいるんですよ。年々増えてるんです。だから本当に当たらないの。なので今回行くことにしました。だからといってそのバーキンとかケリーがもう買わせてもらえるとは思ってません。私実は今回パリでお買い物を何もしてないんですよ。抽選当たったのがすごいびっくりしてて、なんと今回はジョージ B に当選しました。でびっくりするのは、私ジョージ B に行ったことがないんですよ。What's the significance of that store? なんかオールドなんだよ。知らない。マジで何も知らない。だけどすごくスモーレスって聞いた。I heard Boutique style. どんなことになるのか明日またパリに行ってリポートしたいと思います。とりあえず皆さんには抽選に当選しました。で明日パリのジョージ B ジョルジュサンク店に行ってきますというご報告でした。今からこの汚い部屋をパッキングして明日朝一の飛行機でパリに戻ります。また明日皆様にはご報告いたします。We'll report back to you with what happens. おやすみなさい。
おやすみなさい。はい、ちょっとなんかいろいろあったんですけど、今、アポイントメントに向かってます。ジョルジュサンク店、今シャンゼリーゼ通りを歩いております。また後ほどアップデートいたします。どんな結果になっても。でももうバッグは期待してません。とりあえず経験できたらいいかなと思ってる。今アップデートね、SA さんと出会って、一応なんか彼女が何かバッグをオファーしてくれるみたい。空っぽの手では帰ってこなかったですよ。でも何なのかは分からない。They put us in this elevator and brought us upstairs with a box. But then we said we want water, so she left. マジで何だったのかは分かんない。一番欲しかったバッグを手に入れました。What's in the bag? はい、皆様、今ホテルに戻ってきて一旦落ち着いたので、何からスタートしようかな。まず今日私たちもう4時起きぐらいでフィレンツェにいたんですよ。でフィレンツェから朝7時の飛行機でパリに戻ってきて、で私の元々のアポイントメント予約が3時15分だったんですね。で3時15分だから、まあ朝一の飛行機でパリの方に戻ってきたら、まあ十分3時15分だったら間に合うかなと思っていて、でもそのリンクが届いて、そのアポイントメントを当選しましたっていうところに、でなぜそこにリンクがついてるかというと、そのアポイントメントの時間が結構その前後しますっていう風に書いてあって、なのでそのリンクをねちょこちょこチェックしてくださいとは書いてなかったんですけど、まあこのリンクであなたの時間、アポイントメントの時間が分かりますみたいなのが書いてあって、へーと思って、ちょこちょこ本当にそんなにまめに更新してなかったんですけど、ホテルにチェックインして、で朝ごはんを食べていなかったので、ホテルの近くのカフェで朝ごはんをしていたんですね。でたまたまお料理が来た時にこのリンクを更新したら「えっ!」って言って、もう私ね全部携帯に撮ったんですよ。びっくりしちゃって。最初のアポイントメントが12時35分って言われて、でも3時15分からしたらちょっと早まったって思うじゃないですか。そしたらその後に数分後ぐらいに11時40分ってなって
って私たち食べてて、で11時40分ってあと20分後だよってなって、でもとりあえず食べ終わろうって思って数口に入れてまた確認したら、あなたのアポイントメント時間始まりますみたいな、お店に来てくださいっていうスクリーンが出てきて、ってあと20分あるって言ったじゃんって思ったんですけど、でそしたらその後にホテルに戻ってきたら1時間後にまた来てくださいって書いてあって、1時間後だったらもうよくないって。だからどんどん多分そのアポイントメントに現れなかった人がいる場合は、その後ろの人をどんどん前に持ってきてくれるんだと思うんですよ。で正直ね、私最初3時15分って見た時に、もしかしたらもうね今日売る分みたいなバッグは全部出ちゃうんじゃないかなその時間はって思って、3時15分微妙だなって思ってたんですよ。そしたらそのね朝の時間帯で来ていいっていうことだったので、これはまだ結構チャンスが上がるんじゃないかなと思って、幸いねお店が決まった後にそのホテルを予約したので、もうほんと5分ぐらいのところだったので、身動きは取りやすかったので助かりました。なのでもしアポイントメントをこうやって抽選で取れた方は近くにいることをおすすめします。私はもともと3時15分のアポイントメントから11時40分だったかな、11時40分までずれたので、もうなんかアポイントメントの時間って合ってないような時間だったんですよね。なのでかなりびっくりしました。だけどそうやっていくつかこうやって何時に来てください何時に来てくださいってね何回も来るんですよ。1回2回3回ぐらい来ましたね。でもうとりあえずその朝ごはんを食べ終わった段階でバタバタホテルに戻って、でお店に向かいました。で私初めてジョルジュサンク店に行ったんですけど、結構小さい感じですね。でもすごく多かったです。私は前回本店の方でアポイントメントがあったんですけど、あの時は本当によく待ったんですよ。40分ぐらい。なんか待っといてって言われてからがめちゃくちゃ長いなと思って、もうトイレも我慢して待ってたのを思い出しました。でも今回のアポイントメントは待っても How long did we wait? 10 minutes. そう10分ぐらいしか待ってなくて、そしたらなんか私たちの前のカップルの方がなんかバッグをオファーされてたんですけど、バンキャトルっていうのかな、2420 2424って書いてバンキャトルのエトープをオファーされてて、多分購入したんだと思うんですけど、なんか本当にみんなの前でやるんだなと思ってそのバッグのお披露目、なんか本当みんなすごい見てたからこういう感じなんだこのお店はと思って。まだサントノーレ店の方は結構そのプライベートバッグ専用じゃないけど、その試着室みたいなところで結構みんなに見られないところでオファーされてる感じがあったので、ジョルジュサンク店は結構みんなの前でどうぞって感じでお披露目で、って言って、じゃあ多分おそらくカップルが終わったら次うちなのかなと思って、なのでなんかそんなにたくさんの人がアポイントメントに当選してる感じはなかったですね。それが違いかな、本店とジョルジュサンク店の。でもそれにあとジョルジュサンク店はなんかこまめにそのレザーデスクの方があとどれぐらいですっていうか、あともう少しなので少々お待ちくださいみたいな感じでちょこちょこアップデートをしてくれたので、親切だなって思いました。でその前のカップルが去られてうちの番が来たんです。やっぱり次うちで後ろから肩をトントンって叩かれてこんにちはマダムみたいなで後ろからやってこられて、で本日担当させていただきますって言って来ていただいて、でもうスモールトークも何もなく今日は何をお探しですかってなんか唐突すぎて、なんかなんていうのかな、レザーアポイントメントの感じがなかったんですよね。だからどうしてもやっぱり前回の感じと比較してる部分があったので、なのでもう私って欲しいバッグ言っていいのって言ったらどうぞみたいなで向こうもちょっとなんか笑っててでも早速言わしてもらいました。私はご存知の方はご存知だと思うんですけど、ケリーの32センチを持ってて、で前回の
アポイントメントの時にバーキンの30センチを購入させていただいて、そう今回はちょっと私結構旅行をすることが多いので、もう少し持ち運びしやすいバッグが欲しいなと思っていて、どういうシーンで使うバッグをお探しですかって言われたので、ちょっとしたイベントとかに持っていけたり、持ち運びしやすいもの、比較的フォーマルに見える方がいいですというふうにお願いして、でじゃあ具体的にどのバッグが欲しいですかって言われて、第一希望のバッグを言って、でその後レザーの種類は、あと金具の色も教えてくださいって言われて、彼女はなんかすごい携帯に細かくどういうシーンで使うとか、そのレザーの色でもほんと1種類しか聞かれてないです。だけど勝手に2種類言ったんですけどなんかその前回みたいにその第3希望まで教えてとかいうことは一切言われなくて、でもしダメだった場合他のバッグは何か興味あるものありますかって言われて、で記念というかせっかくここまで来たのでピコタンとかエブリンとかもお願いしますっていう風に言って、じゃあご希望の色に極力添えるように頑張りますみたいな感じで彼女はすぐあっさり去っていって、でデビッドはなんか知らないけどその時フラフラしてたんですよ。で私はもうなんかすごく意外とちょっと心細くなって「一緒にいてほしかったんだけど」って言ったら「どうだったの?」って言われて、で一応一番欲しいバッグは言ったんだけどって言ったら、バーキン30センチ持ってるから次は小さい方が欲しいなっていう風に言ったって言って、そしたらデビッドが「バーキン30センチ持ってるって言わない方が良かったんじゃないの?」って言われてでも私からしたら多分履歴をスクロールすると思うんですけど、履歴見たら一発じゃないですか。だしもう今回は30センチはもういらないっていうか、もう今回はパスだったので小さいバッグを探していたので、後でしくったかなと思ったんですけど、もうしょうがない、全部正直に全部言おうと思ってそういう風になって、しばらく彼女が帰ってこなかった間、でも結構早かったよね。 She came back with a box pretty quick. I think she knew exactly what you wanted. なんか私は言った後に30センチ持ってるって言ったことの後悔と、確かにねそうやって言われてみれば、あとなんか絞りすぎたなと思って、いやちょっとこれは今回ダメなんじゃないかなっていう感じが大きくて、でそもそもほらなんかちょっと心の準備とかもしたかったのに、こうやってせかされて早く来てって言われたんで、いやこれちょっと大丈夫かなっていう感じの不安の方が大きくて、で途中もうなんか彼女と喋ってても何言ってんだろう自分みたいな、そういう気もしたんですけど、そしたら彼女が「less than 10 minutes」結構あっさり戻ってきて、でも彼女の手には箱があったんですよ。なので手ぶらじゃないじゃんって思って、デビッドに「私たち多分何かオファーされるよ」って言って、で彼女はこうやって抱えて1個、でもねなんかパッと見箱のサイズで何が来るんだろうっていう感じがして、30センチは持ってるんで30センチよりは少し小さいんだけど、これは何だろうっていう感じでエレベーターに乗ってくださいって言って、で上の方に2階の方に連れてってもらいました。で個室に案内されるのかなと思ったんですけど、されずもうここで行きましょうみたいな感じで、shoe area And ready to wear. ready to wear ready to wear の洋服のセクションがあるところで飲み物をいただいて、で突然彼女が戻ってきて、じゃあ今回はみたいな感じで箱を開けられてバッグをオファーされました。この感じが一連の流れですね。ちょっと今からねアンボクシングをお見せしたいと思います。今回私が購入させていただいたのはバーキン25センチ、お色味がカーボン
カバン CABAN カバンカバンカバンキャバンかな。2022年の秋冬の新作でもう果てしなく黒に近いダークな深みのあるお色味なんですけど、真っ黒ではないんですよ。黒よりかは少し軽いかなっていう感じで、金具はゴールドハードウェア、レザーはトゴですね。私はバーキンの30センチを持っているので、なんかめちゃくちゃちっちゃく感じますね。30センチと25センチ、たった5センチの差で、25センチってこんなにちっちゃいんだと思って、ちょっとびっくりしています。でもなんか、すごく持ち運びがしやすそうで、これからすごく楽しみです。なんか本当に可愛いですね。もう大好きになりました。で、中はこのエアバッグが入ってます。で、こういう感じです。すごい革のいい匂いがする。というわけで今回こちらのバーキン25センチを購入させていただいたんですけど、もうなんかね、全体的に言うと前回より本当待ち時間がすごく少なくて、 SA の方もさらっとしてる感じの SA の方で本当に要点だけを聞いていってくれて、私が本当に欲しいものをピンポイントで見つけてくれたので、きっとあっさりと本当に待ち時間5分だったので、多分もう今回無理だったのかなと思ってたんですけど、なんかこのサイズの箱を見た時に30センチじゃないっていうのはすぐ分かって、で、当初のスケジュールを切り上げて、こうやってねアポイントメントのためにフィレンツェからね朝一の飛行機でこうやってパリに戻ってきて、なんかそれに付き合ってくれたデビッドにもとても感謝しています。ありがとうデビッド。どういたしまして。私たちはパリに滞在してる時にそのウォークインで3回ぐらいアポイントメントのキャンセルないですかって聞きに行ったんですけど、もう全然ダメで、全く相手にしてもらえないというか、もうとにかく抽選トライしてねっていう感じで、もう今回はもう絶対無理だろうなって思ってたんですけど、ただただね、もう本当現在はアポイントメントオンリー、そのレザーの予約抽選に当選するか、もしくはもうたくさん商品を購入してパリの SA の方とリレーションシップを築いて、でレザーのアポイントメントを取ってもらうっていう形しか、その以前のようにね突然現れてそのバッグ買わせてくださいっていう感じで買えるような状況では全くなかったですね、今回のパリは。なので7日間ロータリーに挑戦して7日目で予約が取れて、しかもヨーロッパを去る1日前だったので、今回トライしてこのように購入させていただけてとってもラッキーだったと思います。いかがでしたか？ちょっとね緊急的にカメラを回していた関係もあって少し聞きづらい部分もあったかもしれませんが、以上が今回バッグを購入した一部始終でございました。今回はその前半の感じでほぼほぼ 99% 諦めていて、抽選にもことごとく外れ続けていたんですよね。ただその実験的にね、もうほぼ最後は意地という感じで、どれだけ抽選を続けていれば当たるものなのかなと思ってずっとトライし続けていたら、まさかのフィレンツェに向かうバルセロナの空港で実際に当選していることが発覚して、だいぶ迷って、ほぼダメ元でその抽選で当選して得たレザー予約がどんなものなのかっていうのを経験しようと思って、パリに戻ることにしました。でもね今回はドストライクな第一希望のバッグを購入させていただくことができて、もう本当にラッキーだったと思います。なので
1% の可能性にかけてみて本当に良かったです。今後パリに行かれる方の少しでも参考になればと思い、今回動画を作ってみました。さて次回はパリのエルメスの抽選に関する Tips をいくつかご紹介します。そちらもご覧ください。それでは皆さん、ここまで見ていただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。